皆さん、こんにちは。今回は65歳退職後の保険料と税金ということについてお話をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。知って得するお話となっております。裏を返しますと、知らないと損をするお話です。最後までお聞きください。今日は2021年3月でございます。今回のお話の目的ですが、会社を退職してみて、これでゆっくり第二の人生だ、スタートだと思ってたんですね。そうしましたところ、健康保険料、介護保険料や住民税が次々と翌年の分まで請求書が到着して、その金額にびっくりしました。なぜこの金額なのかと、その複雑な仕組みを勉強して理解していくにつれ、これから65歳を迎える人に知って得することを何とかお伝えしたいと思いました。ここに今回自分が初めて経験したことを一覧にまとめておきたいと考えました。最後までご覧いただきご参考いただけましたら嬉しく思います。よろしくお願いします。お話の前に簡単に私の自己紹介をさせていただきますね。名前は金太と申します。年齢は65歳になりました。早いですね、月が経つのは。家族構成ですが、妻は8つ下の57歳で専業主婦です。子供はおりません。仕事ですが、大学卒業後、60歳まで会社員として勤務させていただきました。その後、同じ会社で再雇用にて5年間、つまり65歳まで勤めまして、昨年2020年10月に退職しました。今回の保険料と税金説明する内容を一覧にしました。健康保険料2ページにわたってお話をさせていただきます。ページは右下に振っておりますのでご参考ください。それから2番目に介護保険料1ページですね。それから厚生年金保険料、雇用保険料と、つまりこれ失業手当ということです。それから、5番目に所得税、最後に住民税ということでお話をさせていただきます。1番から4番の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料というのはまとめて社会保険料というんだそうです。私もあんまりこの社会保険料とこの健康保険料の区別がよくつかなかったんですけど、この総称して社会保険料ということですね。別途、会社の方で労災保険料というのが会社が支払ってくれてるそうですけど、私の場合はこの4つが社会保険料ということになります。私の場合、給与から天引きされていた項目ですね。この6つとも全部給与から天引きされた項目となってます。他にも子供さんがおられる人、それから奥様が働いてらっしゃる方、どうなるのかとか、他に医療費控除、昨年大きな手術をされた方とか、控除が受けられます。それから住宅ローン控除、家を新しく買ったとかいう方ですね。それから生命保険料控除、生命保険に入ってらっしゃる、当然おられると思うんですけど、地震保険料とかあるみたいで、これも控除の対象となっています。他にも多々ありますので、関係のある方はすいませんがご自分で調べて節税していただければと思っております。それでは最初の1番目の健康保険料です。健康保険料はいつ病気になるか分かりませんので、支払っておく必要はあるとは思っております。その支払い期間は生涯ということになってますね。死ぬまでこれ払わないといけないと。そう言われればそうですけどね。これはやむなしかなと思っております。会社員時代の時は単に私は健康保険と呼んでいました。
今回勉強するにつれてですね、いろいろ複雑だということが分かったんですけど、この保険料は給与から天引きされてましたけど、自営業の方は国民健康保険といって、ここではもう国保と略して呼ばさせていただきます。給与というのが、自営業の方ありませんから、ご自分で支払う必要があるということですね。これは払わないといけないという義務があるということですね。自己負担3割ですから、これを払ってるから3割になってるということですね。これを払わないと全額10割自分で払わないといけないと。これは大変なことですから、やっぱり払わないといけないかなとは思います。会社員時代の健康保険は、その扶養家族、私の場合妻のまで含んだ保険料となっています。で、なおかつ半分は会社が負担してくれてたんです。一方、国保の場合は、その奥さんとか家族の人数分まで含めて支払う必要があるということです。ですので、会社員の方が随分優遇されていたということになりますね。半分は会社が負担してくれてたということですから。ですので、会社を退職したいと思っている人は、要注意なんですね。会社が半分払ってくれてたんで、会社を辞めると今度は全額自分で払わないといけないというところが要注意だということを申し上げておきたいと思いました。それから退職後の健康保険料は、じゃあどうするのと。今まで給与から天引きされてたわけですね。この場合ですね、奥さんが働いている方とか子供さんが大きくなっても働いていらっしゃる方という場合は、その扶養に入ると保険料の支払いは0円。つまり払わなくていいということらしいんですね。これはいいですね。ただ私の場合、妻は専業主婦ですし、子供がおりませんので、私はこの方法はできないということになります。そうするとどうするかというと、会社の健康保険を継続するやり方。ここではすみません、便宜上認保と呼ばさせていただきます。を利用するか、または新たに国保に加入するかを選択できるということです。認保は会社の保険ですね。加入しても最大2年間の加入制限があるということです。ですので3年目は国保へ切り替えしないといけないということです。また、国保へ一旦加入しますとですね、認保に切り替えができないということなんだそうです。ですので私は、初めは会社の保険を継続して認保に加入することにしました。ですので認保を選択しましたので、会社から退職付きの10月から翌年の3月分までの6ヶ月間で15万ありましたけど、請求書が送られてきました。6ヶ月で15万ですから、年額に直します、換算しますと30万ということになりますね。ただし、これは2年目も同額となるとのことです。給与がなくなったのにもかかわらず、2年目も同じこの30万ということですね。健康保険料というのは、所得によって、所得が高い人ほど保険料も高くなっているということですが、調べますと、国保の場合、私の場合は35万円でした。認保が30万でしたから、国保は5万ほど高くなってました。ただし2年目は収入が下がるため、保険料が安くなる可能性があると思ってますので、2年目からは国保に切り替えしようと思っております。国保は住んでいる自治体でその保険料に違いがあるということですね。で、支払い方が年金から天引きとなると。この保険料は、天引きされていた会社員の時の 2.8 倍となっていました。会社が半分ぐらいと申しましたけど、金額の 2.8 倍ぐらい高くなっていると。会社に継続したとしてもですね、もう退職したわけですから、2.8 倍。75歳になりますと、ということはあと10年後ですけど、後期高齢者医療保険料というのに切り替わって、今度は自己負担が1割となるということです。
これは今3割ですから、1割。じゃあ75歳まで頑張って生きていかないといけないなと思いました。また、会社によってはですね、65歳から75歳まで、この後期じゃなくて前期高齢者保険っていうのがあって、それに加入できて自己負担が2割となるという制度があるということだそうです。会社員を退職する方は、ご自分の会社にこういう保険があるのか確認しておく必要があるかと思います。参考までに私の会社ではこの制度がないということでした。一応詳しく知りたい方のために、ここにリンク先といくらぐらいになるのかという試算表を載せました。スマホで読み取れるように QR コードもここに載せてます。離してこう置いてるのは、カメラで撮ると同じ近くだとどちらか選ぶのがちょっと苦労しましたので、ちょっと離して QR コードを載せてますのでご了承ください。続きまして2番目の介護保険料についてお話しさせていただきます。いつ介護を受ける身になるか分かりませんので、これも支払う必要があるとは思います。その支払い期間は40歳から生涯ということになってます。死ぬまでこれも払わないといけないと。なぜ40歳からなのかと。これもちょっと疑問ですね。介護保険料は健康保険料に含まれているとのことですけど、65歳になると健康保険料とは別に住んでいる自治体へ支払う必要があるとのことです。これもなんで65歳から別々に支払わないといけないのか、ちょっと疑問ですね。役所の人の仕事も軽減されるんではないのかなと思うんですけど、現状こうなっております。退職月の翌月の11月から翌年の3月までですね。つまり未来日付の分までの5ヶ月分の約金額にして6万円でしたけど、通知書、つまり請求書が退職した翌月11月に市の保健福祉センターというところから届きました。未来日付の分を払って、もし死んだらどうなるのかって疑問に思いますけど、帰ってくるみたいなことをおっしゃってましたけど、ちょっとここもどうかなと思いました。私の場合は、会社員時代の天引きされた金額より 2.5 倍ほど高くなっていました。会社が半分支払ってくれてたっていうことなんで、退職しましたので、これだけ高くなってるということですね。で、所得によって保険料は変わります。健康保険料と同じで、高い所得の人は保険料も高くなるということになってますね。年間14万という、5ヶ月で6万ですから、逆算すると年間14万ぐらい用意しておく必要があるということになります。妻の保険料は、妻が65歳になるまでは、私の健康保険料に含まれているため、0円ということだそうです。また年金確定しましたら、年金から天引きになるとのことですね。また詳しくはここにリンク先と試算表を載せています。QR コードも載せてますので、スマホでちょっと見てご確認いただきたいと思います。続きまして3番目、厚生年金保険料についてお話しさせていただきます。会社員時代は厚生年金と呼んでいて、給与天引きされてましたけど、自営業の方は国民年金と呼んで、当然給与というのがありませんから、ご自分で支払いしないといけないということですね。65歳から年金をもらいたいがために、こうやって保険料を払っとかないといけないということですね。会社員は厚生年金と国民年金の両方加入していることとなっていたっていうんですね。健康保険料と同じように半分は会社が負担してくれていましたと。ですので、ここでも会社員は優遇されていたことになりますね。自営業の方が入る国民年金は60歳まで支払う必要があるということです。厚生年金は退職するまでマックス70歳まで支払う必要があるということです。私の場合は65歳までこの年金は給与から天引きされていたということですね。ですので、
60歳前に会社を退職すると、国民年金を全額自分で支払わないといけなくなると。ここが要注意なところだと思います。半分は会社が負担してくれてたので、これも結構な金額になるかと思います。ですので、できるだけ60歳前に会社を退職するというのはやめておいた方がいいんではないかなと思いますけど。私は65歳で退職したので、もう今後は支払う必要はなく、逆にいよいよ待ちに待った年金を受給できるということになるということですね。私の妻ですけど、私が勤めている間は保険料の支払いは不要でしたけど、私が会社を退職しましたので、国民年金に加入して60歳まで支払わないといけないくなっております。妻の国民年金保険料は1ヶ月16,540円です。来年度、令和3年は16,610円に上がるということですね。だいたい1000円ぐらいですか。年々年金っていうのは上がってくるんだろうと思うんですけど、妻は57歳ですので、あと3年間ですね。計算しますと約60万です。一月20万で3年間ということですね。これだけ用意しておく必要があるということですね。ですので、この論法でいくと、夫が65歳時点で妻が60歳。つまり、結婚するなら、年下なら年の差5歳以内とした方が、ゆくゆく妻の国民年金保険料は支払わなくて良いことになるわけですね。年の差5歳というのを勘案して結婚するかしないかなんてな、ちょっとその時には及びもつきませんでしたけど、この年になると、ということが思いました。妻の国民年金への切り替え案内書が市役所から2021年1月、退職後3ヶ月もして到着しました。年金事務所へ出かけて行って、その切り替え手続きを行ってきました。1年分とか2年分とかまとめて全納すると割引が適用されます。計算してみますと割引率は1年で 2%、2年で 4% 程度早めに全納すると割引されるということですね。ただ途中でこれも死んだらどうなるのかって、これもちょっと市役所の人に聞くと、その時運悪く妻も死んでたら誰も請求しないんでどうするんですかって聞いたんですね。葬儀屋さんに連絡して、どなたかこれだけ返金したいという手続きをしてますというような返事でしたです。それも大変だと思うんですけど。それから日本年金機構のホームページに年金ネットっていうのがあります。ここにログインしてですね、将来の自分の年金額を知ることができます。ある程度自分の年金っていくらぐらいなんだなっていうのがわかります。年金通知書っていうのが送られてくるんですね。そこにコードが書いてあって、年金ネットにログインするための申請をすると、従業用の ID が郵送で送られてきました。その ID を使ってログインしないといけないという仕組みになっています。私の受給できる年金額は、ここで調べてみたら月だいたい20万でした。年間で240万ということで、大まか6万円が国民年金で、14万が厚生年金というふうになっておりました。この国民年金というのは65歳過ぎると、老齢基礎年金というふうに言って、ちょっと呼び方が変わりますですね。65歳からは老齢国民年金という呼び方をすれば分かりやすいと思うんですけど、老齢基礎年金という呼び方をしているので、関連性が分かりづらく複雑になっていると感じました。今まで給与天引きされていた年金保険料を逆算してみますとですね、22から勤めてずっと計算していますと、あと7年間生きないところ元を取れないという結果となりました。さあ、そこまで生きておられるかどうか、頑張ってみたいと思います。仮に私がここで死んだら、私の厚生年金の4分の3、つまりこの14万の4分の3、月10万5千円になりましたけど、が妻に遺族年金として支払われるとのことです。つまり妻が65歳になったら、
月額の年金料は自分の国民年金6万円と、私の遺族年金、遺族厚生年金というんですけど、10万5千円で合わせて16万5千円。年間198万が支給されるということらしいです。妻が、独身時代に会社員だった場合は、その老齢厚生年金と私の遺族厚生年金が加算されずに、どちらか多い金額とのことです。遺族厚生年金の私の金額の方が高かったみたいなんで、少しは私のありがたみを理解してもらいたいものですね。本当に。年金の受給月は毎月ではなく、偶数月、2月、4月、6月、8月、10月、12月ですかの15日にて年6回の支給となっています。毎月支払ってくれるとね、いいと思うんですけど、なんで2ヶ月に1回なのかよくわかんないです。年金事務所の手間を省いてるんでしょうか。手間は一緒だと思うんですけど、よくわからないです。複雑にしてるような気がします。また、年金211万の壁というのがあり、住民非課税世帯となるといろんな特典があるようです。ちょっと今後検討していく必要があると思います。詳しくはここにまた QR コードを載せてますので、各自皆さん方ご自分で調べていただければと思います。はい。前編はここまでとさせていただきます。というのはもう時間が長くなりますので、ここまでとさせていただいております。次回は雇用保険料から後編ということで別動画にてお話しいたしますね。すいません。それではここまでお付き合いありがとうございました。失礼します。